断面図の綺麗さ。お野菜だったらそのみずみずしさと。父が若い頃ですよね。まだ大学生の自分、ヨーロッパを少しこう放浪旅。漠然といつかは家業を継ぐんだろうなって思ってたので、はい。友達ともなんか学校終わったら近所の公園行って野球やったりとか、ホテルマンをやったんですよね。今はいい時代になってきてると思います。Hi guys, I'm Toshi from Tokyo, Japan. Today I'll visit a Japanese cooking knife shop in Kappabashi, and I'll interview the owner of the shop about his life. I hope you leave the comments about the video and subscribe to my channel. Let's go! おはようございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい。斉藤さんのね人生について少しお話をはい聞かせていただきたいと思います。はい。はい。まず最初に現在のお仕事について教えていただけますか？はい。まあ、見ての通り、はい当店刃物屋なんですけれども、私の、まあ、祖父が、そもそもこう、金物屋さんとしてこの町に、お店を開きまして、で、その当時っていうのは、まあ、戦後もう間もない時だったので、もう何ですかね、金物っていうのも、たわしから鍋から何にでも、もう売れるっていう、この近辺が一体結構焼け野原になっちゃったんですよね。まあ戦争じゃなくて、関東大震災だったりとかいろいろとあったんですけども、で、それで金物っていうのを祖父が目をつけてやり始めまして、で、その中に、まあ半分のスペースで包丁っていうのも扱ってたんですけれども、父が若い頃ですよね。まだ大学生の自分にヨーロッパを少しこう放浪旅って当時にしてはかなり珍しいと思うんですけども、そこでこう海外に行った時になんか向こうの刃物を使ってもそんなに切れないと。でまあ自炊もちょこちょこしながら日本に帰ったら日本にはいい包丁があるのになと思いながら帰ってきて、その当時あった金物屋さんっていうのから刃物屋をここの場所にこう移してきたっていうのがこのお店の始まりでして、でまあ僕もその本当に子供の頃からこうなんていうんですかね、よちよち歩きの中でもこう危ないですけどね、はい、そうですね。いたんですよね。なんとなくその刃物に囲まれてるっていう生活が当たり前だったので、ある程度こうなんていうんですかね、将来について考えるようになってからも、漠然といつかは家業を継ぐんだろうなって思ってたので、はい。じゃあもう小さい頃から刃物を目にして将来は自分は刃物屋さん、包丁屋さんになるんだみたいな思いがあったんですね。はい。ありました。日本の刃物についての、刃物、特に、包丁についての特徴など教えていただけますか？海外っていうのは、それほどこう、包丁、刃物の切れ味っていうのを求めてないんですよね。料理も、まあ、今でこそ多分繊細なんでしょうけれども、結局ね、食材に火を入れたりとか、お肉もそうです、魚もそうですし、野菜も何でもこう炒めてソースで味付けてとか、食材の味っていうよりは、それになんか手間を加えて味を作っていくっていうのが海外の料理で、日本っていうのはお刺身もそうですし、生で結構食材を食べるっていうことが多いので、その食材をこう生かすためには、まずその切り口の断面図の綺麗さ、あとはお野菜だったらそのみずみずしさとか、まあ果物にしてもそうなんですけども、っていうところから日本の刃物っていうのは進化していってるのかなと思いますね。そうなんですね。なるほど。まあ、切れ味が鋭い。そうですね。それがもう味に直結するっていうふうに思ってますね。わかりました。形もいろいろなものがあるんですね。でなんか結構一般の方にもこの形ってすごい馴染みがあると思うんですけども、実はこう見ていただくと、峰がすごい分厚いんですよね。本当ですね。はい。これだとちょっとお野菜なんか割れちゃうんですけども、これは何に特化してるかっていうと、お魚をさばく、骨を断ったりとか、こう骨に沿わせてこう身を削いでいく、おろしっていうんですけどね、に向いてるんで、ちょっと特別こういう形、厚みを持たせてるんですね。そうすると、その食材の種類とか、切り方によって、こういう形が、バラエティが。特に和包丁っていうのはそうですね。で、この魚をこっちのね、大きいので、こう、おろして、
こう、柵取りってこう、身だけにしたものを、この長いので一回でお刺身として引き切る。でお刺身って特に白身魚なんかは、何度もこうやっちゃうと身が割れちゃうんで、一回で引き切らないといけないんで、こういう長さが必要なんですね。この辺はそうすると魚の刺身をなんですね。刺身。で、こっちがおろす。なんで、丸々一匹やるのはこっちですよね。そういうことですね。で、ちょっとこう、小分けになって3枚におろしてとかっていうのから、これでお刺身を切りますよとかっていうふうに分けていくんで。ここに四角いのがあります。この辺は。これは、これも、片っぽにしか刃がついてないんですけども、それこそお刺身を、そう乗っける大根のこう、千切りにした、細い千切りにした詰まって、それを作るときに、もう本当に向こう側が透けて見えるぐらいに、こう、薄く剥いていくんですね。かつらむきって言って。で、それをこう、長くなったのをまとめて、こう刻んでいくっていうのに特化してる包丁なんで。だから、刻み物とかお野菜やるときには、こう、刃がまっすぐの方が切りやすいんで、で、まっすぐになってて、薄刃っていう包丁なんですけれども、和食の方のお野菜を切るようですね。そうしますとあれですね。この辺はもうプロの方が特にね。そうですね。はい。より特化してるっていう感じですよね。はい。そうすると日本食、和食のこの、美しさっていうのはやっぱりこういう道具に、サポートされているというか、この道具がないと日本食の和食の美しさが出てこないだと思います。ということですかね。わかりました。産地というのはいかがですか？産地はこの辺は和包丁っていうのは実はもう、9割方大阪の堺市で作られてるんですね。っていうのも、どうしてもやっぱり職人さんたちがこうバラバラのところにいますと、まあね、流通の面でもいろいろと不便もあるし、結構鋼を叩く時の音っていうのがすごいんですよ。もうガン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 っていう音がするんで、できる限りそういう工業地帯っていうのがまとまってないと、あんまり、なんていうんですかね、都会の方だと、こう住んでるね、方々に迷惑がかかるっていうので、なるべくちょっと田舎っていうのも変ですけどね、そういうところで作られてます。あとは、産地はもちろん堺が一番、和包丁に関しては作られてるんですけれども、それこそ、新潟の三条、あとは、養包丁になると、岐阜県の関市、あとはもう本当に高知県には土佐刃物っていう黒打ちの、こういったような黒打ちの刃物が有名だったりとかですね、こじんまりとやってるっていう鍛冶屋さんであれば、多分国内結構もういろんなところに実はあって、日本全国で。日本全国ですね。で、その中でうちがなんて言うんですかね、作り手さんとお話しさせていただいたりとかして、こう選ばせていただいて、こう品物を作ってっていただいてるっていう感じですよね。そうすると、包丁はもう日本全国で作られていて、東京ではあまり作られていない。東京でも実は鍛冶屋さんってあったんですけれども、どうしてもやっぱりもううるさいっていう音の関係で、本社は東京に置きながらも埼玉県の方に移ったりとか、昭和の時代はまだあったんですけどね。なるほど。こうやってこう叩くんですね。そうなんです、そうなんです。で、今はこのイメージよりは、今はもう大型のですね、ハンマー、ベルトでこういう、なんていうんですかね、エンジンのアイドリングみたいな感じで、こう、ベルトで、ちょっとこう、踏むと、そのベルトが動いて、ダン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 っていう。いずれにしろ叩くんですか？そうです、そうです。はい。大きな機械になってますけど、昔の、こう、一本一本カンカンカンっていうイメージとはちょっと違いますからね。わかりました。はい。ありがとうございます。それでは次にちょっと斉藤さんのお子様の時のお話などを聞きたいですね。この辺はもう浅草で、西浅草ですよね。いかがでしたか？変化もしてきてると思うんですけど。そうですね。僕、子供の時って結構、なんていうんですかね。もう本当ここの町の公立の小学校行ってたので、友達ともうなんか学校終わったら近所の公園行って野球やったりとか、もうそれこそこの裏のお米屋さんの友達のお父さんが野球チームの監督だったので、なんかもうことあるごとにどっかで野球やってるっていうような子でしたね。じゃあもう野球少年。そうですね。もう観音裏って今だとバスのターミナルっぽくなっちゃってるかな。その観音様の裏に広場があるんですけども、
そこがまあ、石砂利なんですよね、下が。そこでも、なんかもう、バウンドの跳ね方とか関係なく、そんなところでも野球やってるぐらいでしたね。はい。いつまでやってらっしゃったんですか？一応中学卒業するまではやってたんですけれども、ちょっと高校に入って、やりたいなっていう気持ちもあったんですけど、少し遊びの方と、あと、その当時特有のなんていうんですかね、髪型問題っていうのがあったので、それでちょっとやめちゃいましたけどね。はい。ありました。まあ、浅草生まれということでよろしいんですか？そうですね。はい。うちはもう両親ともに浅草なので、うちの母方が西浅草2丁目で、で、父がここの町3丁目なので、もう本当にこの町の生まれ育ちで。浅草というと、こう、浅草自体がこうブランドになっていると思うんですけれども、住まれていていかがですか？いや、なんて言うんですかね、すごい狭い世界というか、もう、道歩けば誰か知り合いがいるっていう感じなので、その点では、中にはそれが嫌で出てっちゃう方もいるんですけれども、僕にとってはすごい居心地いいなと思います。わかりました。はい。そうすると野球以外では何かされていたことはございました？その後は学生時代はまあサーフィンに少し打ち込んでる時期があって、その時はもうここから本当に千葉の方まで毎朝3時ぐらいに出て、で5時過ぎから海入って、で夕方前に帰ってくるっていう生活してましたね。じゃあ大学生頃。そうですね。20歳から、まあ30結婚して子供が生まれるぐらいまでですね。サーフィンをされてたんですね。今はもう行かれてない？今はそうですね。もう今はなんかサーフィンっていうよりは、ちょっとまた、なんていうんですかね、年が上がって、ゴルフを最近はやってまして、それはそれで上手くならないけど、楽しくやってますね。はい。なかなかゴルフもね、深いですよね。そうですね。お子さんはいらっしゃるんでしょうか？はい。うちはもう子供今4人。4人いらっしゃる。すごいですね。4人は。そうですね。どうにか少子化にストップを少しぐらいは協力しようかと頑張ってます。そうしますと、男の子ですか？長女、長男、次男、三男なんで。男の子が多くて賑やかでいいですね。そうですね。はい。何かスポーツとかされてますか？まあ、僕の子供の頃と一緒で、まあ僕が好きなのでやっぱ野球を今一緒に。週末土日になると上の子2人は毎週一緒に野球やってますね。今野球をされて素晴らしいじゃないですか。じゃあ野球を、お子さんの野球を応援する。そうですね。いや、まあ応援というよりはもう僕も一緒になって楽しんでるっていう感じですよね。一緒に練習に参加するんですか？半分、なんていうんですかね。パパコーチみたいな感じで一緒になってノック打ったりとか受けたりもしますし。なので、ね、いつまで遊んでくれるかわかんないですけど、僕がなんか一緒になって遊んであげてるし、遊んでもらってるしっていう感じですかね。そうなんですね。それ楽しみですね。そうですね。お子様の成長。あとね、自分が野球をやられていて、お子様もされていて、一緒のことがね、できるっていうのは楽しみですね。こちらにお勤めになったのは最初からもう学校卒業してからすぐにお勤めですか？その後はちょっとホテルマンをやったんですよね。でホテルマンで少しなんて言うんですかね、サービスというか、まあサービス業、接客業のこのトップたるものっていうと、その当時漠然とホテルマンなんていうのは素晴らしい接客なので、そこを少し勉強したいなと思って、少しだけですけどね、外に出た時もあります。すると何歳からこちらなされてるんですか？24とかそれぐらいからも。24歳からもなされてるんですね。そうですね。なので結構作り手さんだったりとか、そういう方がまあ同世代の方も多いんですけども、その中でもこの業界の中では結構古いというかベテラン勢になってきてるんで、皆さんやっぱり職人さんもどっかにお勤めされて、でそれからこう戻ってきてとか、実はものづくりが好きだったからもう一回こうやりたいとかっていうので、その当時の職人さんってやっぱりきつい、汚いで低賃金っていうので、なかなかなり手がいなかったんですよね。なので今はいい時代になってきてると思いますけども。
作り手さんの職場も改善されてきそうですね。ているんですね。こちら、またお店の話に少し戻りますけれども、お店で、ご商売されていて、楽しみであったりとか、ご苦労であったりとかあると思うんですが、その辺聞かせていただけますか？いや、もう、なんていうんですかね、日本中、世界中からこう、お客さんが来られるんですけれども、こう、日本に帰ってくるたびに、こう、うちに来て、まあ、包丁のメンテナンスだったりとか、包丁の話だったりとか、そういうお話を、こう、聞けたりとかすると、なんていうんですかね、こうやってて、この場所っていうのは料理人のためにも、とても重要なものだと思うので、しっかりと残していかないといけないなと思いますけどね。なんかこう、毎年のように来てるよとか、あとはその料理人の方から紹介されてとかっていう人のつながりがすごいここでできるので、それをやっていって、こう、楽しい、やりがいある仕事だと思います。そうですね。はい、こちらのね、日本の職人さんが作られた包丁、最近は海外のお客様も増えていると思いますんで、日本で作られたものが世界にどんどん行くっていうのが、とても面白いですね。そうですね。はい、いいと思います。なんか想像してもね、ヨーロッパに、持って帰られたり、アメリカに持って帰られたりとかして、そこでこうね、利用されてるっていうのは、想像するだけでそうです。なんかね、こう、生活の一部でこう、頑張ってくれてるんだなって思うと、なんか、ちょっと楽しいというか、嬉しいというか、気持ちはいいですよね。そうですね。食べ物っていうのは毎日我々食べるもので、それに、食べるためには必要な道具ということなので、生きるためにこうね、生活の一部としてこう包丁、刃物が活躍してるっていうのは、うちの包丁に限らずこうなんかテレビとかでこう使われてる包丁が出るとこうふっと目が入っちゃうんですよね。職業病職業ですね。ありました。はい。それでは斉藤さんのこれから将来の目標であったりとか、夢であったりとか、お仕事のこととか、ご家庭のこと、プライベートのことも含めてどのようなことが考えてらっしゃいますか？そうですね。やっぱりまず仕事を充実させるっていうのとが一番だと思うんですけれども、ただ日本のこの刃物業界っていうのも実は今、なんていうんですかね、中国資本が入ってきちゃって、会社が買われちゃったりとかっていうことがあるんですよね。その中でこう、いかにこの日本ブランド、メイドインジャパンを残していくかっていうのが、この先10年、5年、10年のこう、目標というか、やっていかなきゃいけないことなのかなと思ってるのがまず一つで、その先にこう、もっともっと職人さんたちが豊かになれば、もっともっと職人さんになりたいっていう方も増えると思うので、そこもこう、やっぱり業界を盛り上げていく一つの手なのかなと思いますし、そのために、こう、産地に行っては職人さんたちと話して、一緒に飲んで、こう、夜まで仕事の話してってやってるんですけども、あとはなんていうんですかね。子供がこの商売を、僕のこの、ね、僕が父親を見て、こう、いつかはこうやるんだって決めてたように、子供が僕を見て、いつかは僕もこのつば屋っていう包丁屋さんをやりたいって思うような商売として残しておかないと、自分の子供がやりたくないっていう仕事だと、家族にも誇れないですし、それはもう、絶対だと思うので、まずそうですね。そう考えると、そこが一番の目標ですかね。子供がやりたいと思ってくれる商売として、この業界を残すっていうのが、今の目標ですかね。はい。はい。わかりました。お子さん4人いらっしゃるっていうことでね。そうですね。はい。そのうちの誰か1人、2人、4人でとなるとね、なんかこうガチャガチャしちゃうと思うんですけども、その辺はもう彼らに任せるんですけども、ね、誰でもいいので子供がやってくれるっていうふうに思う職業じゃないと伝れてっちゃうのかなと思うので。そうですね。息子さんの一人がもしかしてね、大谷翔平じゃないですけど、何かあるかもしれないですからね。野球の選手になるかもしれませんからね。そういう夢があったらそっちを僕は応援しますけども、けどね、どっかでこう気づいたときに、この商売もいいんだっていうふうに思ってもらえるといいと思いますけどね。わかりました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。Thank you for watching How is a Video. In this channel, I show you real life in Japan. Let me know what you wanna know about Japanese life, jobs, and culture.
leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. Bye.